2026年3月14日、法廷に静寂が落ちた。裁判長の口がゆっくりと開く。その言葉を男は27年間待ち続けていた。被告人は無罪。その瞬間、男の膝が崩れた。傍聴席からおえつが漏れた。駆け寄った家族が男の体を強く抱きしめた。誰も何も言えなかった。ただ涙だけが全てを語っていた。1999年、一人の女性が殺された。そして一人の男が犯人にされた。証拠は薄かった。しかし社会の圧力は重かった。男はやっていないと叫んだ。誰も聞かなかった。それから27年、青春を鉄格子の向こうに置いてきた。家族との時間を失った。笑う理由を忘れかけた。それでも男は諦めなかった。DNA 鑑定の再分析が真実を暴いた。目撃者の証言が覆った。法廷はついに認めた。この男は無実だったと。法廷を出た男の目に空が映った。27年ぶりに見る自由な空だった。風が頬を撫でた。その感触に男は言葉を失った。しかしその翌日、2026年3月15日、検察から1枚の書類が届いた。控訴状。無罪からわずか24時間、男の手に握られたその紙はまた新たな戦いの始まりを告げていた。喜びは一瞬で凍りついた。27年間地獄を生き抜いた男の前にまた別の扉が開こうとしていた。その扉の向こうには何があるのか。男が歩んできた道を最初からたどる必要がある。それはごく普通の朝から始まった物語だった。1999年、韓国のある地方都市に一人の男が暮らしていた。名前はイ・ジョンウォン。当時32歳。朝は誰よりも早く起きた。アパートの小さな台所でお湯を沸かし、インスタントコーヒーを一杯。それが彼の一日の始まりだった。仕事は地元の建設現場の現場監督補佐。決して華やかな職業ではない。けれど彼はその仕事を誇りに思っていた。汗を流して働き、お金を稼いで家族を養う。それだけで十分だと本気で信じていた。妻がいた。結婚してまだ3年。二人の間には小さな娘が一人いた。娘はその年、ようやく歩き始めたばかりだった。よちよちとおぼつかない足取りで父親のもとへ駆け寄ってくる。その姿を見るたびに彼の顔には自然と笑みがこぼれた。週末には家族で近所の公園へ行った。妻が作った金箔を広げて3人で芝生の上に座る。風が穏やかに吹いていた。空は青かった。夢があった。いつかは自分の小さな建設会社を持ちたい。大きくなくていい。家族が安心して暮らせるだけのそんな会社でいい。毎晩仕事から帰ると娘を風呂に入れ寝かしつけながら絵本を読み聞かせた。お父さん、もう一回。何度同じページを読んでも娘は満足しなかった。彼は苦笑いしながらまた最初から読み返した。ごく普通の、しかし温かな日々。失うものなど何もないと思っていた。だが1999年のある秋の夜、その平凡な日常に突然一つの影が差し込んできた。1999年の秋、韓国のある地方都市で一人の女性が遺体で発見された。被害者は30代の主婦だった。自宅近くの路地で何者かに襲われ命を奪われた。現場には争った痕跡があった。しかし凶器は見つからなかった。目撃者も最初はいなかった。警察は捜査を急いだ。住民の不安は日を追うごとに膨らんでいた。そんな中、一人の男に疑いの目が向けられた。彼は被害者と面識があった。同じ地区に住むごく普通の男性だった。家族を愛し娘の笑顔のために働いていたただの父親だった。しかし警察は彼の周辺を洗い始めた。当初彼は毅然と否定した。私はやっていない。その言葉はしかし誰にも届かなかった。取り調べは長時間に及んだ。睡眠を奪われ繰り返し同じ質問をぶつけられた。精神的に追い詰められた彼は
やがて自分でも何が真実かわからなくなっていった。そしてある日、調書に署名が残された。それが全ての始まりだった。後に明らかになることだが、その自白は強圧的な取り調べの中で作られたものだった。 DNA 鑑定技術が今ほど発達していなかった時代、物的証拠よりも自白が裁判を動かした時代の話だ。目撃者と称する人物が現れた。その証言は曖昧で矛盾に満ちていた。だが法廷はその言葉を信じた。彼は有罪とされた。娘に読み聞かせていた絵本の続きを彼は二度と読むことができなくなった。鉄格子の向こうで彼の27年間が静かに始まろうとしていた。そして無実を叫ぶ声は逮捕の朝から法廷の判決までただの一度も止まることはなかった。次の回では裁判の全容と彼がいかにして有罪の烙印を押されたのか、その法廷の記録に迫ります。1999年秋の終わり、冷たい雨が降る朝のことだった。彼は自宅の玄関で逮捕された。手錠をかけられた瞬間、隣の部屋では幼い娘がまだ眠っていた。取り調べ室に連れ込まれた彼を待っていたのは長時間にわたる尋問だった。眠ることも食べることもまともに許されない時間が続いた。お前がやったんだろう。刑事たちの言葉は問いかけではなく断定だった。彼は否定し続けた。だがその声は壁に吸い込まれるだけだった。やがて一人の目撃者が現れた。現場近くで彼を見た。その一言が裁判の流れを決定づけた。しかしその証言には後に重大な矛盾が発見される。証言した時刻と被害者の死亡推定時刻、この2つは正確には一致していなかった。それでも検察はその矛盾を無視した。あるいは隠した。法廷に提出された DNA 鑑定書にも疑義が残っていた。採取された証拠は適切な手順で保管されていなかった。汚染の可能性を指摘する声もあった。だが弁護側の主張は退けられた。裁判官は検察の描いたストーリーを信じた。判決が下された日、傍聴席に座っていた彼の母親は声を失ったままただ泣いていた。有罪、その2文字が彼の人生を塗り替えた瞬間だった。無実を叫ぶ声は判決後も止まらなかった。しかし鉄格子の内側から届く声は社会には届かなかった。2026年の無罪判決が証明したように、あの法廷では真実ではなく物語が裁かれていた。そして彼の27年間はこうして静かに刻まれていくことになる。鉄格子の中で過ごした日々、その重さとその痛みに次の回では深く踏み込んでいきます。鉄格子の向こうで時間は止まっていた。いや、正確に言えば時間だけが容赦なく流れ続けていた。1999年、彼が収監されたその日から世界は彼を殺人犯として扱い始めた。最初の数年間、彼は訴え続けた。私はやっていないと担当弁護士に、看守に、面会に来る家族に。しかしその声は厚いコンクリートの壁に吸い込まれるだけだった。刑務所の中での一日は恐ろしいほど単調だった。決まった時間に起き、決まった食事をとり、決まった場所を歩く。自由という言葉がやがて意味を失っていった。絶望は静かにやってくる。怒りのように爆発するのではなく、霧のようにじわじわと心の隙間に入り込んでくる。彼が最も恐れたのは怒りを失うことだった。怒りを忘れた瞬間、自分が本当に罪人になってしまう気がした。だから彼は怒りを手放さなかった。面会室の冷たいガラス越しに母親の顔が老いていくのを彼は見続けた。白髪が増えるたびに、シワが深くなるたびに、胸の中で何かが崩れていった。それでも彼は諦めなかった。諦めたら終わりだと知っていたから。諦めたらあの法廷での物語が永遠に真実になってしまうから。27年間という時間は人間の想像をはるかに超える。子供が生まれ成長し社会に出るまでの時間が何度も繰り返せるほどの長さだ。その長さを彼は鉄格子の中で
一日一日刻み続けた。2026年3月、無罪の判決がようやく下りた時、彼の瞳に浮かんだのは喜びではなかった。それは静かな確信だった。やはり私は正しかったという。しかしその翌日、検察の手によってまた新たな扉が閉ざされようとしていた。彼が27年間孤独に戦い続けた中で、実は彼を信じ動き続けた人たちがいた。次の回ではその人々の知られざる戦いに迫ります。彼を一人にしなかった人たちがいた。27年という歳月はあまりにも長い。信じ続けることは容易ではなかった。それでも諦めなかった者たちがいた。妻は毎週欠かさず面会に通った。子供たちが成長する姿を写真に収めては夫に届け続けた。あなたは必ず帰ってくると、その言葉だけをよりどころにして、周囲の冷たい視線にも心ない噂話にも彼女は決して屈しなかった。弁護士の田中誠一はこの事件と出会った時、すでにキャリア20年のベテランだった。しかし初めて記録を読んだ夜、眠れなかったという。証拠があまりにも薄すぎる。これは誰かが見過ごしてはいけない案件だと。以来彼は無償で弁護を引き受け、何百というページの記録を読み返し続けた。新たな DNA 鑑定の依頼先を探し、断られるたびにまた別の専門家を訪ねた。その繰り返しだった。市民団体真実の扉もまたこの事件を見逃さなかった。冤罪被害者の支援を続けてきた彼らは2025年の春、独自の調査を開始した。当時の目撃者たちを一人一人訪ね歩き、時間をかけて丁寧に話を聞いた。その中の一人がついに重い口を開いた。あの時本当のことを言えなかった。ずっと後悔していた。彼らの行動が積み重なり、2026年3月、法廷はついに動いた。無罪、その2文字を勝ち取るためにどれほど多くの人がどれほど多くの夜を費やしてきたか。しかし戦いはまだ終わっていない。検察の控訴により再び法廷が開かれようとしている。そして今、新たな証拠が静かにしかし確実にその存在を主張し始めていた。次の回ではその新たな証拠が持つ意味とこれから始まる審判の行方に迫ります。新たな証拠が姿を現し始めた。2026年3月、無罪判決が下された。その背後には長年にわたって積み上げられてきた静かな戦いの痕跡があった。最初の突破口となったのは DNA 鑑定だった。1999年の事件現場から採取されたホルモノ、当時の技術では解析することができなかった。しかし27年という歳月は科学をも変えた。最新の鑑定技術によって現場に残された DNA が彼のものではないことが明確に示されたのだ。それだけではなかった。裁判を決定づけたもう一つの証拠、それは目撃者の証言の本意だった。当時彼を現場で見たと証言した人物が20年以上の沈黙を経て口を開いた。あの証言は正しくなかった。警察に誘導されたと。その一言が全ての構図を根底から覆した。さらに捜査内部からも声が上がった。事件当時の捜査資料に不自然な点があると、ある記録が意図的に書き換えられた形跡があると、内部告発という形でその疑惑は弁護団のもとへと届いた。証拠は一つ一つ静かに積み重なっていった。しかしこれほどの証拠が揃ってなお検察は控訴した。無罪の翌日に躊躇なく27年を耐え抜いた男の前にまた新たな壁が立ちはだかった。 DNA は嘘をつかない。目撃者は真実を語り直した。内部告発は闇の中に光を当てた。それでも法廷という場は証拠があれば勝てるほど単純ではない。次の審判ではこの新たな証拠がどこまで通用するのか、そして隠されたままの真実がついに白日の下にさらされるのか。最新と予想外の逆転が今まさに
幕を開けようとしている最新の法廷に、男は再び立った。27年という歳月が、その背中に刻まれていた。シワが刻まれた手、白くなった髪。それでも、眼差しだけは、まだ消えていなかった。2026年3月14日、裁判官が、静かに言葉を読み上げた。無罪。たった2文字だった。しかしその2文字を聞くために、この男は人生のほぼ全てを費やした。傍聴席から、おえつが漏れた。支援者たちが、涙を拭った。男自身は、しばらく動けなかった。最新の最大の転機は、DNA 鑑定だった。事件現場に残されていた遺留物。当時の技術では解析できなかったそれが、現代の科学によって、別の人物の遺伝子と一致した。男のものとは、全く一致しなかった。証拠は、はっきりと語っていた。さらに、かつて男を、見た、と証言した目撃者が、ついに口を開いた。あの時、私は嘘をついていた。警察に誘導された。本当のことを言わなければならない。その告白は、法廷を静寂に包んだ。27年越しの、真実の言葉だった。加えて、内部告発があった。当時の捜査に関わった元警察官が、証拠の捜査と隠蔽を証言した。男を犯人に仕立てるための、組織的な欺きがあったと、法廷は、震えた。これだけの証拠が揃った。これだけの証言が集まった。それでも、翌日が来た。3月15日は、情を提出した。無罪判決のわずか1日後のことだった。男は、その知らせを聞いたとき、何も言わなかったという。ただ、窓の外を見つめていた。27年間、その目が見てきたのは、鉄格子だった。そしてまた、別の壁が目の前に現れた。再審で認められた真実が、控訴審でどこまで守られるのか。隠された真犯人の影は、まだ闇の中にある。無罪判決の後に待つ世界は、果たして自由なのか、それとも、また別の地獄なのか。次回、男の物語は、新たな章へと進む。無罪。その2文字が、世界を変えるはずだった。2026年3月14日、法廷に響いた判決は、27年分の叫びに、ようやく答えを返した。しかし男が外に出た時、その足は震えていたという。喜びではない。恐怖だった。自由とは、どんな感触なのか。男はもう、覚えていなかった。空が広い。人が多い。音がうるさい。車の音、笑い声、風の匂い、当たり前のものが、すべて異物のように感じられた。27年という時間は、外の世界を別の星にしてしまっていた。保証の手続きは始まった。しかし数字には、あの夜の絶望は換算できない。失った青春も、奪われた家族との時間も、金額には変えられない。弁護団は声を上げ続けた。社会は少しずつ、この事件を知り始めた。それでも、男の夜は変わらなかった。目を閉じると、あの冷たい棒の天井が見える。夢の中で、また罪状を読み上げられる。体は外に出た。しかし心は、まだ鉄格子の向こうにいた。トラウマという言葉では、足りない。27年分の傷は、皮膚の奥深くに刻まれている。消えない。薄れない。ただ、そこにある。そして、変わらなかったことがある。真犯人は、まだ裁かれていない。どこかに生きている。27年間、一人の男が罪をかむり続けた間、その人物は自由だった。その事実が、男の胸に火を灯し続けている。無罪の後に待つ世界は、静けさではなかった。燃え残った怒りと、癒えない傷と、まだ終わっていない戦いが、そこにあった。この物語の最後の章は、まだ書かれていない。それが次回、エピローグへと続く、27年という時間を、想像できるだろうか。青春が過ぎ去り、親が老い、世界が変わった。その全てを、鉄格子の向こうで過ごした男がいる。2026年3月14日、裁判所はついに言い渡した。無罪だと。しかし翌日、検察は控訴状を提出した。たった1日で、希望は再び裁判の渦に飲み込まれた。DNA 証拠は彼の無実を示していた。目撃者の証言は覆された。それでも、戦いは終わらない。真犯人は今もどこかにいる。27年間、
自由に生きてきたその人物は、まだ裁かれていない。あなたに問いたい。これは正義と呼べるのか？司法とは何のために存在するのか？無実の人間を守るためではなかったのか？男の戦いは、まだ終わっていない。そして私たちは、この問いから目をそらしてはいけない。この物語の最後の章は、あなたと共に、まだ書かれ続けている。